皆さんこんにちは、アイロンです。徹子だに。ファイアーエムブレム覚醒スマブラ縛りパート16やってくだ。今回は前回の続きで11章を攻略していきますよ。前回はエメリナを救えず、何もできずに敗走していく章だっただね。失意のうちにあるクロムでしたが、最後には仲間たちと手を取って戦うことを決意したのでした。今回はクロムたちとギャンレル率いるペレジアの決戦になるだよ。前回の最後で述べられていましたが、イギリスペリア連合軍の作戦は以下の通りでした。まず兵力の大きなペリアがペレジアの本体と戦います。その間にクロムライイギリス軍がギャンレルのいる部隊に吸収することで戦争を終結させるっつことだったに。とはいえペレジアが部隊を二分したとしてもどうやら一筋縄ではいかぬ雰囲気を醸し出していますね。何か兵が慌ててるだよ。なんだいね。どうやら言うことを聞かずに撤退している兵がペレジア軍の中に現れたみたいですね。前の敵将もそうだったけんど、エメリナの最後を見た兵の中にはもはや戦う気ないやつがいるだね。そうでしたね。エメリナの死は敵味方問わず多大な影響を与えたということです。ただ、戦況に影響があるほどとは意外でした。ここらへんペレジアの民衆は何を思ったか詳しく知りてえな。恨んでいた敵国の王を間接的でも処刑できたのに、すんなりとは喜べなかったっちゅうことだもんな。以前の動画に出た敵将のムスタファの心情はかなり前にファイアーエムブレムワールドで公開されていましたが、残念ながら今はどうやらアクセスできる手段がないようですね。ここの敵国に姉の理想は通じないと思っていたクロムのそうではなかったと認識する場面。わし地味に好きだに。互いに憎み合っていた者同士の和解の糸口を見つけられそうでいいですよね。というわけで突然の最終決戦だに。ここまでの間に小規模な戦闘はあったかもしれませんが、それらは全て省かれてます。クロムの迷いってのはなんだいね。平和を望んだアメリナの意思に反して憎いギャンレルが切りたいという思いがクロムにあるというのでしょうか。今のクロムにそんな気持ちがあるんけ。そうは思えんに。ただこの戦争はマリアベルをさらったペレジア軍をギャンレルの目の前でクロムが切ったことにも要因がありますよね。エメリナは外交を通じて平和に解決しようとした。一方でクロムは感情に走って戦争を起こしたということをギャンレルは指摘しているのではないでしょうか。そうなんかね。そしたらクロムが対等に付き合える仲間、特にルフレがいてくれてるってのは本当に重要なことだよね。クロムがギャンレルにここまで言い返せるようになったのは成長を実感できますね。前まで煽られるだけだったもんな。よくやってるだよ。頑張ります。今回もやってまいりました作戦会議です。まずは最近恒例だけんどクラスチェンジのお知らせだに。前々回からレベル20でカーストしていたルフレをようやくクラスチェンジします。クラスチェンジ先はソーサラーだに。狙いは強スキルの復習の習得とリザイアズだ。リザイアはスマブラでも使ってたもんでこのシリーズでも使えるに。よかっただ。続いてマップと今回の戦闘の解説です。今回のマップはこれだに。赤い丸で示したところに砦があるのが特徴の一つです。砦の周りの数字は増援が出てくるターンを書いてるだよ。このマップを見てわかる通り、バカ正直に初期配置の敵に突っ走っていくと左上からの増援で挟み撃ちになるに。そうなるとどうすればよいのかは明確ですよね。2ターンほどかけて左上に進ませ、突撃型の敵をやり過ごしながら増援を阻止するのが最適です。このマップの前の方の敵と後ろのクラボくたいところの敵は突撃型になってるから攻略はやりよいね。ただし右側の方は魔法系の敵が集中しており、魔法が低い味方が狙われると厄介です。だもんで右側の方はルフレとティアモをダブルさせて対処する戦法を取ろうと思うに。そうすりゃ敵の戦力も分散できて左側も右側もやりよくなるじゃねえだかいね。ところでこのマップには宝箱がありますね。右の宝箱は女神の像、左の宝箱は金塊があるに。で左下の赤い丸は盗賊だに。何としてでも欲しいのは金塊ですが、この盗賊は金塊まっしぐらに失踪していきます。盗賊は右側に逃げ8ターン目で離脱するので右側のルフレティアモに頑張ってもらいたいです。
盗賊の剣まで対処できたらいよいよギャンレルとの戦いになるだ。長い因縁に終止符を打つだよ。女神の像の回収も忘れずに行いましょうね。以上で今回の作戦会議は終わります。そいじゃ実際の攻略の様子を見てくか。始まったけんど、早速変な動きしてねえか。これはですね、リスの応援を試したかったんですよね。覚醒での応援の範囲などを忘れていたものでしたから。そういうのは収録前に確認するのが筋だと思うに。知っての通り応援の範囲は周囲3マスだでね。この辺りはカットすった。というわけで応援の範囲が無事3マスであると確認できました。よかっただね。で、今んところ作戦通りティアモとルフレがダブルを組んで右側に突っ込んでるだよ。この組み合わせは初めてですね。今は使える人数が少ないので縛りで使えないキャラとダブルを組ませることが多いです。しかしいずれは今回のルフレとティアモみたいに使えるキャラ同士のダブルも多くなると思います。そいでルフレ、ティアモ以外は作戦通りみんな左側に向かわせるに。単なる移動だもんでここもカットだいね。さて、1ターン目の敵の行動です。ここで注目すべきは危険時などの給食が現れるということでしょうか。こいつだね。他にもこのマスには勇者がいます。今後はゲームドキャラでない同級色が普通に現れるので、育っていないキャラは十分に警戒していく必要が出てきました。うかつに範囲内に入れるとひどい目に遭うということだね。このショーは開始時からオリビエが参戦します。彼女は主要不可だもんで踊ったりはできんけんと、今回の左の砦を塞ぐことは単なる移動の一環だもんで認めてるだよ。カラムも同様の理由で連れてきています。そういえばオリビエのことを詳しく解説していませんでしたね。前回解説した分だと、彼女は踊り子だもんで行動済みのユニットをもう一度行動させられるくらいしか言ってなかったもんな。それなら改めて説明しましょう。彼女は踊り子として有名らしく、いろんなところにファンがいるようです。しかし実際のところは大変な恥ずかしがり屋です。それは踊り子としてどうなんだ。でもその性格だから余計にものすごい可愛いんですよ。なるほどね。踊り子だから7日剣の才能もあるようで、支援会話でもたびたび言及されています。剣の舞とかあるもんな。実際にチェンジプルフで剣士系になることも可能で、流星や滅殺を習得可能です。踊り子がそんなアクロバティックに攻撃するのはかっこいいみたいね。さらにペガサスナイト剣にも戻るので疾風陣外も習得できます。そうすっと戦いの方面も十分任せられそうだね。そうですね。サポートの戦闘もこなせるのがオリビエだと言えます。オリビエの説明はこんな具合です。レベルアップ。攻撃方面が成長しただね。最近のルフレは攻撃を強化することが多いです。そのおかげで魔力の守備、魔法と上昇回数が並びそうです。バランスいいって結果に大したもんだ。現在左上ではドラゴンナイトが迫ってきています。そしてクロムが前の敵ターンで攻撃を食らっているのでちょっと危ういです。カラムが攻撃範囲にいるのもまずいもんで、まずはカラムを動かすだよ。そいでクロムを砦に置いて安全を確保。ロンクをクロムのいた位置に動かいて、サーリャをその位置に置いたら、リズがサーリャからインドを受け取りつつクロムを回復するだよ。リズはサーリャからもらわずともすでにウィンドウを持ってます。無駄な行動だったけんど支障はないからいいだよ。いいじゃんね。ちなみにリズのウィンドの話はドラゴンナイト対策ということでした。次は右側の方です。現在砦の片方を塞いでいるので、増援が出ても交戦するのは1人だけです。だもんでティアモに交代して経験値を与えることにしただよ。おそらくこのターンはティアモでも乗り切ることができると判断し、今回も右側はティアモに任せています。ちょいと問題なのは左側かね。ドラゴンナイトが倒しきれなかったのと中途半端な位置なものがいますね。どちらも倒さないと全然成長させていないカラムや加入したばかりのオリビエが狙われるので危険です。そう言ってもロンクはドラゴンキラーを持ってし、クロムのハルシオンでも倒せるもんで打開は苦じゃねえな。ってなわけで相手にならんな。
レベルアップ。力伸びたな。単純に嬉しいだよ。ロンくんあんま力伸ばしてくれんもんでね。一方で守備名は魔法ですか。ロン君は回避立てだと思っているのですが、あわよくば守備が良かったかもしれないです。ああだこうだ言ってるうちに問題のドラゲナイは倒せたな。このターンは左上の砦から増援が出るので必ず砦は塞ぎましょう。野郎が金塊取ってきやがったな。こいつはあと4ターンで離脱すったらその前にどっちめようぜ。レベルアップ。クロムの得意なところが成長しました。上昇回数14の3つも並んでるだね。ただクロムはここまで守備が伸びるもんだったかいや。これじゃあロン君よりも上昇回数は少ないに。初期値でなんとかなってますけれど、このままでは良くないです。で、今度は右のティアモがピンチかいね。でも左上の傭兵の攻撃は耐えられるので、戦士さえ倒せたら問題はないです。あっ、レベルアップ。実に惜しいです。魔力じゃなくて力だったら完璧でした。しかし上昇回数見ると本当にバランスいい成長してるだね。それよりもさっきのティアモの戦闘でボタンを押しました。あれ、投稿者がやっただよ。わしじゃないに。リズのアイテム交換もそうですが、今回は目立つミスが多いですね。あいつには強くいはにゃかんだね。動画の方に戻ると左側に勇者が近づいているので、それが心配事です。クロムで応対しますが、勇者と傭兵2人の攻撃が全て当たるとやられてしまいます。まあ、今かわせたもんでよかったが、今度左側はこのターンも安泰だに。一応勇者との戦闘も見ておきましょう。これまでのレスキューの一般兵だけんでもかわしたか。さすがはクロム、やるだね。しかし敵勇者も追撃が出せないのと、クロムの攻撃を2回も耐える防御力がある点は格の違いを見せています。とりあえずこのターンは勇者を魔法とクロムでさっさと倒さまいか。その前に右側では戦士やドラゴンナイト、加えて砦からの増援が来るので、手負いのティアモからルフレに交代しましょう。レベルアップ。攻撃面強化に加えて今度は守備も上がったに。さっきクロムの守備云々言った回がありましたね。さらにアンナが杖を振ってクロムを回復させるとアンナもレベルアップします。レベルアップ。2回目のレベルアップが剣が似たようなとこだいね。前回は攻撃を強化してほしいと言いましたが、そううまくはいかないということですね。このターンは左側をドラゲナイトか戦士らに備えて陣形を整えたくらいしかやったことがないだ。このような具合でクロムに歩兵、ロン君にドラゴンナイトを任せようとしたのです。しかし戦士の攻撃を食らうことを想定していませんでした。23パークラッチマウンか。クロムは今後1回はかわさないと偉いですよ。って言ったそばで食らっただ。ドラゲナイはかわすよな。クロムが気になりますが、その前にルフレの戦闘です。ルフレはこれでレベルアップだったんだ。レベルアップ。ルフレはこのシリーズで大抵いい成長してくれます。今回も攻守ともに成長だに。で、クロムは攻撃をかわしました。17パーはかわさんとちょっと困る点だな。でもよくやってくれただ。レベルアップ。これは完全に攻めの成長だに。元よりアタッカーとして期待しているので、耐久はもうよしとしましょうか。ま、ちまちま上がってくれりゃいいかもね。さて時短ですね。ちょうど盗賊が右側、ルフレの真下にいるのでやっつけてしまいましょう。さもなく金塊の地にでされちまうだ。こいでこのマップの重要なやるべきことは済んだだ。ちなみにルフレのいる位置は下の敵範囲からギリギリ外れる位置にいます。
すなわち敵のスイッチをオンにせずに盗賊撃破を行ったということです。敵の最後の増援だに右はルフレがどんどん倒しますが、左は敵の到達が次のターンになります。だもんで次のターンの敵を倒したら敵は完全に攻めの手を失ったってことだね。いよいよこの戦いも大詰めになるでしょう。とにかくまずは向かってきてる敵を倒そっか。レベルアップ。前回の 1P を挽回する両成長が来ました。幸運はマジに良かったと思うね。サーリャの弱点だもんでな。力はなんで高いね。これで終わりだ。次はドイツだ。レベルアップ。こっちは本当に欲しいとこだけが上がった両成長だずら。短期間に両成長が2回も来ると気持ちいいです。あとは全速前進だいな。ギャンレルとこまで駆け抜けました。とりあえずはアンナで宝箱の女神の像を回収します。今濃いめの赤い範囲で示されてるのはギャンレルの攻撃範囲だずら。ギャンレルは非常に手強く、現状まともに相手できるのはルフレだけです。ギャンレルのステータスを右に表示しました。こん中で脅威なのは魔力と速さだろうかね。ギャンレルの装備は連星サンダーソードだもんで攻撃力は30を超えるだよ。速さもトップクラスに高く、現メンバーで追撃をもらわないのはルフレとロンシーだけです。こちらから追撃はできません。今までの中で一番強いボスになるだね。生半可な勝負はできねえよ。防御面は我々のユニットと同程度ですから、短期決戦で倒すべきでしょう。レベルアップ。決戦前に魔力を当てただね。火力の底上げをしてくれてよかったと思います。ついに来ましたね。北に大丈夫よ。さすがはルフレ、余裕で耐えるだ。アガ軍の主力ですからね。頼りになります。で、ここからギャンレルをどう倒していくのかが重要だいね。ロン君が必殺にかけるというのも考えましたが、必殺が出なかった場合のリスクが大きすぎます。したがってここではもう一度ルフレで攻撃し、とどめを誰かに任せる方法が安全です。その誰かっつうのは言うまでもないでしょう。本気で行くぞ。大丈夫ですよ。ムカつくぜ。というわけで最後の一撃はクロムでした。仲間や絆を毛嫌いしていたギャンレル、何が彼をそうさせてたんかね。宿敵を倒した後のレベルアップです。ちまちまでいいっつった資料を出てくれたもんで、今後も成長を期待しちゃうだね。さて、残っているのは残党になりますのでダイジェストで手早くお送りいたします。目覚ましこれにて11章の攻略は終了です。ついに黒村、そんでもって我々の因縁の相手を倒せただよ。戦争が始まったのはパート7からで、今回はパート16ですからね。投稿頻度が遅いせいだったり外伝も含んだりしていますが、約半年はペレジアードの戦争をしていました。実に長い戦いだっただね。クロムは喜べないかもしれんな。この戦争で姉を目の前で失い、しかも勝って何かを得られるわけでもないですものね。すまん。フェリアは最後までイーリスに協力してくれただね。やっぱ持つべきもは友だいね。フェリアもペレジアからの工作活動の被害を受けていたので、お互いの利害が完全一致したのが良かったですね。そう考えるとペレジアも二正面作戦とはだいぶ大胆だっただ。なあ、クロムさん、すまん。これ
れは間違いなく本当のことを言っています。戦闘会話でここで倒すとまで言ってるもんでね。差し違えるくらいの気持ちは絶対あっただよ。でもルフレがいたから生きようと思ったようですよ。へえ、ルフレがいたからね。ルフレが。いいか。あのさ、これってどう見てもどう聞いても告白ってかプロポーズだいな。それにあっさり答えるルフレはこれは伝わっていないのでは。この絶妙な間は伝わってないだろな。追撃が出た。2回目は直球のセリフですよ。これはもうわかるはずです。そうか。心なしかあんた早口だね。ま、でも無事に伝わってよかったよかった。いや、こういうあんたのことは好きだけどちょっと待っててくれみたいなやついいね。待てば待つほど相手の思いが強くなりますから情熱的な恋になるはずです。まだちょっと早口だに。こういう恋してみてえな、わしもな。意外ですね。徹子さんにそういうの興味があったんですか。失礼しちゃうやん。わしだって人並みに気になってんだい。そうですか。この構図って 3DS の立体視を意識した感じがしねえか。立体視オンだと紙吹雪とかクロムのいる位置とか違って見えるかもしれないです。この時代このゲームハード特有の表現ですね。実際に立体視を考慮してるだろうゲームってどれくらいあっただかいね。きっと詳しく調べると開発側の事情や歴史も分かって面白いと思いますよ。周囲の求め、結婚を求める衆がいるもんけ。世継ぎの話や婚姻で民衆を盛り上げるとかそういう方向性の求めがあるんじゃないですか。まあ我々一般人が考えることもなければできぬ下等ですね。だが2年もって不穏な文章でこの場面は終了です。今回の内容はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございます。この後クレジット流したら支援会話も流すもんでよかったらよろしくな。マスワルフレとティアモ C です。今回初めてダブル組ませたコンビだに。どんなこと話すだかね。ルフレが指を切ったものの薬草がなかったというのが導入部ですね。指切ったくらいならなめときゃ収まるに。徹子さん、あなたって人はまあティアモが備品の消費具合を把握していたおかげで事なきを得たわけです。生きる資材管理システムだね。天才って言葉が皮肉や罵りになることもあるだか。皮肉を込めて天才なんて言われるなんて嫌な職場ですよね。そこのペガサスナイトの騎士団って離職率がヤバそうだに。勝手な偏見ですが先輩と仲良くならないといけなかったり古くからのしきたりがあったりしそうです。少なくともわしは働きとうないな。ありがとう。ペガサスナイトが皆さんの闇を感じる会話でしたね。2組目はサーレとガイア B です。C ではガイアがサーレからの依頼を拒否したためサーレがガイアを呪うことにしていました。そもそもの依頼がルフレの髪を取ってきてほしいってかなり怪しいもんだっただ。今回はサーレの呪いがどうなったかということですが効果はないようだに。なんだ。ま、サーリャがミスってガイアを元気にしちまったということだに。元気になるおまじないって回復魔法とは違うのですかね。どうなんじゃろ。ま、FE のリザイアが闇魔法だったり白魔法だったりで案外この世界のロイと魔法は表裏一体なんかもな。予想外の結果を即座に応用できるのは大したものです。わしもな、こういう人になりたいだけど同じ失敗繰り返すはしにゃ無理だいね。今回の動画はこいで終わりだに。最後まで見てくれてありがとな。高評価やチャンネル登録もしてくださると嬉しいです。それでは次回も会いましょう。